魔法使いの約束ラジオ、こちら魔法社談話室。賢者の皆さん、ファウスト役の伊藤健人です。賢者様、レノックス役の補正雄一です。ということで魔法社にようこそ、はい、魔法ラジ9回目の配信となりました。どうも皆さん、ゴールデンウィークが終わって大丈夫ですか？いやそんな、いやまあ関係ないから関係ないでしょうね。関係ないでしょう。頑張って世間的には今だからそうですね、10連休とかあった方もいらっしゃったみたいですからね。有給をうまく扱うとね、ちょっと5月病とか気をつけていただきつつ、ちょっとね、その5月病を吹っ飛ばせるような魔法のようなラジオをお届けしますよ。上げていきますね。上げますよ。いや、今日のゲストもね、素晴らしい方が来てくれますから、そうですよ、もう吹っ飛びますよ、ね、皆さん。はい、お楽しみにしていてください。そして配信開始日の5月10日から今日からですね、日本では愛鳥週間という期間なんだそうです。初めて聞きました僕、ね、ラブバード、そういうその愛鳥です。つまり鳥といえば花嫁と思ったものを鳥にして大切にしようとするラスティカミを少し感じますね。という鳥かごに入れてね、怖いですね。何かにつけてこじつけようとするところまでラスティカにそっくりでございますね。そうですね、作家陣ももしかしたらちょっと染まっているのかもしれないラスティカに、はい、ということで関係のあるゲストさんですしね。そうですね、はい。そして忘れてはいけないのはですね、もう5月16日、レノックスの誕生日です。おめでとうございます。ちょっと早いですけれども、現在収録の段階では私80連ぐらいして全く来てくれていません。80連で出ると思うな。どうでしょう10日ですからね、配信日は。その頃にはもう出ているんですが来てくれているのではないでしょうか。はい、ちょっとツイッターとかで報告してほしい。そうですね、一緒に朝を迎えたいと思います。はい、ということで元気にやってまいりましょうね。はい、というわけでね、今回の配信ゲストさん来てくれてますんで、鳥かごでおなじみ、ラスティカとは師弟関係で同じね、西の国の魔法使いの方でございますけれども、とっても優しいね男の子ですから。そうですね、僕は彼の叫び声がとても好きなんですよ。聞けるんじゃないですか、コーナーによっては。聞けるかな、叫んでもらおう、ね、穏やかなものとなかなかハードなのとあるからね。そうなんだろうね、自分の中のカゴ欲というか、この悲劇心がこの怖いかき立てられる、そんな彼にはすぐにね登場していただきたいと思います。はい、ということでそろそろ始めていきましょう。魔法使いの約束ラジオ、こちら魔法社談話室、よろしくお願いします、賢者様。僕は引きこもりだからな。どこかに出かけるでもなく、誰に会うでもなく、一人の時間をゆっくりと楽しむ方が得意なんだ。君も同じ？気が合うな。改めまして、ファウスト役の伊藤健人です。レノックス役の補正雄一です。さあ、今聞いていただいたジングルですけれども、こちらは賢者ネームはるさんから、だらだらと過ごしてしまった休日を肯定してくれる優しい言葉が聞きたいですというリクエストセリフでした。なるほどね。これはもうファウストはお任せください。得意分野と言っていいのではないでしょうか。そうです、自分で言ってましたけどね、僕は引きこもりだからねって、開き直って数百年、そんなファウストですから。素晴らしいですね。妙にね、なんか下手な優しさとかじゃなくてね、ただただ肯定してくれるっていうところが、僕もそうだからねっつってね、はい、確かに引きこもらせたらファウストの右に出る人はなかなかいないんじゃないですか。年数も含めて。いやでもちゃんとね、自分で受け止めてるっていう心の強さが素晴らしいですよ。はい、まあたまには出ましょう。実際、こんな感じでセリフのリクエストをお待ちしていますので、じゃんじゃん送ってください。はい、としてね、ゲストの方そろそろお呼びしたいと思います。本日のゲスト、黒江役の天崎浩平さんです。5月病の賢者様、80連でレノックスが出なかったホセさん、痛いの飛んでいけ。どうも、黒江役の天崎浩平です。やったー、お願いします。全部拾ってくれるじゃん。早速我々のリクエスト拾ってくれて叫んでくれて、ところが多すぎますよ。ありがとうございます。あれ本編です。これでよろしいですか？よろしくお願いします。でもやっぱアマちゃんがもうちょっとしんどい目に遭ってる叫びも聞きたいでしょうからね。
あるんじゃないですか。今後も出てくるかな。あると思いますよ今日もね。心からの叫びが出るかもしれませんね。大発体信じゃないやつ大体おおむねあるんでね。怖いな。覚悟しといてください。今日はよろしくお願いします。お願いしますさあ、この3人で多分こんな感じで一緒に喋るのは初めてなんじゃないかなっていう感じが。そうだよね、ここお互いにっていうのがあっても3人でっていうのは初めてなんじゃないですか。そうですね。お互いのこの今のところの印象とかってありますか。僕は、ホセさんはめっちゃ優しくて、現場とかでもそのいろんな話振ったらいろんな話返してくる、結構知識豊富なのかなっていうのと、あと落ち着く声ですよね。そうですね。もう何が食べたいんだ。ちょっと高いの調べるんで待ってください。で伊藤さんはそうですね、共演していろんなお話することも多いんですけど、お芝居が結構好きで僕、なんか初めて言われたとてもいやそんなあおちゃんには初めて言われる。僕は初めて言ったかな。嬉しい。でもいろんな人から言われるぐらいでも本当大好きで、とてもこう上手だし、考え方とかもフリートーク結構好きで、インタビューとか答えてる姿もすごいなんかなんだろうな、いろんなことを考えて作品愛持ってやられてるなっていう印象があって、声が落ち着くそんなお二人です。もう何でも食べなきゃ。よーし、今日のじゃあ晩ご飯はもともとの印象と一緒だけどやっぱ後輩力がずば抜けているね。ありがとうござす。すぐこういういやいや全然まんざらでもない顔してますよ。まあでもとてもよくしてもらってる素敵な先輩お二人でございます。いやでも僕はもうそのまま割とアマちゃんに返すけどね、こう芝居いいなって思うとこあるし、ありがとうございます。フリートークもねめちゃくちゃ喋れるし。じゃないじゃん。じゃないのよ。ちょっとお二人明日の朝何食べたいですか。明日いいんですか。なんか高いホテルのブレックファーストなんかアマちゃんが溶いてくれた卵でかけるから料理もできるの。意外と手間のかかる朝ごはんだった。お二人とも。でも本当ね臆さないしね。ちゃん度と度胸とガッツがあるなっていうのも思うから。嬉しい。ありがとうございます。いやいいですね。今日は今のところ気分がいいですけど。気分がいいよね。なんか平和な空気が流れてますね。いやもうここ3人はもうじゃあ絆もう一つにして。そうですね。そうですね。いつまで続くことでしょうか。コーナーに行けばまあわかるでしょう。行けばわかるさ。わかりました。さあそれではまずですね、天咲くんが演じるクロエについて紹介していただこうと思います。はい、そうですね。僕が演じるクロエ・コリンズ君はですね、もうびっくりするぐらいいい子。そうですね。本当にもう皆さんが皆さんねもうプレイしてくださってるとは思うんですけど、もしプレイしたことがない方がいらっしゃったとしたら、皆さんが想像してるすっごくいい子のもう何千倍もいい子です。何千びっくりするぐらい。もともとやっぱ彼ね小さい頃に、ちょっとこう家族にこう、虐げられていたというような過去がありまして、でそこをラスティカと出会い、西の魔法使いのみんなと出会い、魔法の、使いの皆さんと出会っていろんな人と出会うことでちょっとずつこう成長していけてるのかなというような子なんですけども、ちょっとこう紹介読ませていただくと、明るくて社交的な性格、これだからその表の部分って言ったらなんだろうな、その裏には先ほど言ったような傷はあるんですけども、みんなと喋るときはちゃんと明るく接することができる社交的な性格で、しっかり者だが落ち込みやすく、たまに自信を失ってしまうことも、これ西の魔法使いの皆さんとお話しするときとかも結構ツッコミ役になることが多くて、そう唯一の上手人だからブレーキかけてくれる子がいないからね。そうなんですよ。なんかねそういうしっかりする場面がよく、ツッコミする場面がよく現れるような子なんですけども、やっぱりさっき言ったようなちょっとこう傷があるので落ち込みやすかったり、自信を失ってしまうことも多いです。で彼にとってもねとても大事なことなんですけども、仕立て屋を目指しながら、魔法の師匠であるラスティカと旅をしてるんですけども、特技がね衣服を刺繍する、服を作ることがとっても大好きで、彼にとってねすごく大切なことなんですけども、なのでそのシーンとかでもこう服をみんなこう着てるきらびやかなパレードとか見るとすごくね心を躍らせたりとか、そうなんですよ、人に作ったりとかしてすごい喜びを感じるような子でして、だからね
なんだろうな、総合して言うとすっごく守ってあげたくなるような子です。そうだね。もう毎年誕生日プレゼントに裁縫道具をあげたいわ。うわーいい布めとかねちゃくちゃ喜ぶと思う。まずロックミシンぐらいから。最高じゃないミシンとかもらったら。確かにその裁縫系のその技術の、うん道具の技術がどのぐらいっていうことが気になるからあねー。だもう彼はだからユザヤはユザヤユザヤはテンションもうそうめちゃめちゃめちゃ上がる。もうめちゃくちゃ喜ぶと思いますよ。そう賢者様にちょっとね、そうこうロックミシンっていうのがあってね。めっちゃ喜ぶと思う便利ミシンってあるか、さすがにあるかミシン。くれると思うよ。うん、そんな子ですかね。はい。はい、そんなことということで、ではですね、はいあまちゃんかうらん。見たクロエというか、まあご自身と似てるところですね。あーまたここは似てないなっていうところがあれば教えてください。気になるね似てるところは、うん。やっぱ常識人。うん、やっぱり、やっぱこうね。そうだね。うん、でやっぱザ常識人って言われてるんで、やっやぱ声優界の常識ってもう僕だと思ってるんで。ほうほう、やっぱなんか言えば言うほどなんかちょっと若干、いや本当にそうだなとは思ってたんだけど、言われるとなんかあれなんか意外とみたいな。言わない方がよかった。バランス大事にするよね。あーまあでも確かになんか結構こう空気もすごく読む子で、はいはいはいその自分のなんかそういう傷があるからこそ、うんいろんな人のこう、まあ、表情変化とか心にすごくこう敏感なので、うんなんか僕も実はこうそういう、まあ、皆さんあると思うんですけど、なんかこう人のこう心にちょっと敏感になる瞬間ってあると思うんですけど、はいはいはいなんかそういう空気読みみたいなものあーでもはちょっと似てるかもなってうん思ったりはしますかね。うんうん、似てないところは似てないところね。髪色いやいやまあそうでしょうよ。似せようと思えば似せられる髪色がある確かに確かに。長さ的にはいけそうだからね。うん確かにね。色変えてちょっとね巻いてもらえればいけるかもしれない。髪色こんな感じ髪色以外で。似てんのか全部。逆にね。やっぱねちょっとうんさすがのキャスティングでございます。はいありがとうございます。刺繍とかもいけるのやっぱ。刺繍もね僕は裁縫道具ちょっと今ね手持ちめちゃくちゃあれなんですけどリュックに入ってるぐらいなんで多少のほつれはちゃんとそういう時用に。そうです。家庭科が10なのよ。本当にいやもうありがとうございます10分の10なのよ。いやもうボタンとか取れたら教えてください。マジで。はいそういうのできるし、だってさ、なんかこうリンゴあったらシュシュシュってこう包丁でこう皮むきできるでしょ。もうかつらむきも全然あらまあなんかもうそのままこうリンゴでバラ作れるもんね、だってね。リンゴでバラいや俺目の前で作ってたの見たことある。リ本当にンゴの花弁をさ、うんうんリンゴの皮というか薄く切ったやつを。ほう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 。いややったことある。なんで俺より覚えてる。なんで覚えてないんだよ。自分のことを忘れてんの。ごめんなさい。僕にとってそんな大したことじゃなかったからな。もしかしたら。ちょっと鼻持ちならねえんそうだよな。こういう性格の人です。かな。なるほど。はい。さあそれではですね、もう僕ら2人から見ての黒いみたいなのをちょっとね話していこうと思うんですけれども、はいどうですかケン様。そうですね、僕はまあ、ちょっとここで紹介させていただきたいのはですね、うんこう得意な魔法のエピソードのところ、うん。貸し魔法が得意ですと。仮の死の貸し魔法ね。はいそうです。なんかこれとんでもない風に聞こえとんでもますけどね。とんでもないやつですよ。うん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 だからまあ貸し魔法、まあ確かにこう歌詞っていうのがこう窮地を救ったりとか、うんうんそういう場面って出てくるお話とかもあると思うんです、うんでもねこうクロエ君のね貸し魔法の使い方結構独特なんですよっていうところがあってね、はい。歌詞になっている間にいろんな服を着せ替えて便利って、ね。言っているシーンがあるないからね。これはそうやっぱそのための魔法だから。スタッフからの告発です常識人ですけどクロエこういうとこありますまあっていうその辺はちょっとこうみんな西のみんなに若干のトリッね。キーなとこ若干トリッキーさも純粋ゆえのトリッキーさだけど、まあでもやっぱ貸し魔法っていうところでこう相手をこう殺さずにうん倒せるというね。そうだから麻痺とかいろんなね選択肢があった中傷つでけたくないという気持ちがやっぱ根底にあってのですから本人の意識ないっていうところがなんかそういう優しさなんでしょうはいね。ついでにちょっと服も着せ替えちゃおうかなというそういう感じでございもうますね。その間だってどうなってるのよ賢者様はちょっといや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 。本当にもう育てていきたいですねちゃんとね正しい方向にそうですねそうですええねここからだからね本当に。まだ若いですからねあークロエ君いやでも僕見ると本当こうやっぱラスティカとねずっと一緒にいることが多いんで本当にラスティカがあっち行ったりこっち行ったりダメですよみたいなねダメだよっていうその印象がずっと強かったんでだからまだね見せてない面とかもあるんじゃないかなっていうのがねうん今後ちょっと気になるキャラクターではありますよありがとうねござ。います。はい
他にあまちゃんがうんクロエ以外でこう自分的に気になってる魔法使いとかいる？僕はそうだな、誰かな、ミスラは初めて見た時にクロエとそっくりじゃねって思っちゃって。そうですね、こう髪色というかちょっとこそううビジュアル的にはクロエが成長した後みたいなね。だから全然その多分正直キャラクター性とかはもう全く知らない時の初見の時の感想だから全然違ったんだけど、そう性格も全然違うしね。だからなんかねその印象があるからこうミスラを、あとはその高橋さんと生放送魔法役の生放送やらせていただいたりとかした影響もあって、なんかついついこう物語の中でミスラが出てくるとちょっとこう注視して見ちゃったりとかっていうことはあるから気になるキャラクターではありますかね。こういう直感的なのがなんか関係あったりするんじゃねえかって逆に気になっちゃったりするからね。だからこれもしね今後のストーリーでこの関係があるんだとしたらこの今の僕の発言はカットしてください。そうですね。いやでもそうするとほら逆にカットされなかったら関係なかったのかなみたいな。そうかこう変邪推しかねないから僕。どうしようかな。オープニングからやり直しますね。やだよ。多分関係ないよ。まああってもなくても僕は何も知らないで話してますという。本当に何も知らないです。はい。私も知りません。本当に知らないんです。知らない。はい。はい、ではね賢者の皆様からもお便りをいただいてるんでね、早速紹介していきたいと思います。はい。今回はですねあまちゃんがいらっしゃるということで、クロエの推しポイントというテーマでメールを募集しておりました。あらまあ嬉しい。はい。そしてではご紹介しましょう。はい。賢者ネーム泣きぼくろは泣き虫のあかしさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。伊藤さん、ホセさん、そしてゲストの天崎さん、こんばんは。こんばんは。いつも魔法役に心癒されている30代の賢者です。今回私の大好きなクロエがテーマ、そして天崎さんがゲストということで初めてメールを送らせていただきました。ありがとうございます。クロエのことは、見た目と声の可愛らしさはもちろん、悲しい過去を持ちながらも魔法使いや人間たちと仲良くしようと前向きに考えているところが大好きです。あとは何といっても仕立て屋になるという夢を一歩ずつ叶えていってるのがかっこいいと思います。実は私も小さい頃からファッションデザイナーになるのが夢で、一度はその職に就くことができたのですが、自分には向いておらず挫折してしまいました。着る人みんなの個性を生かして一人一人に向き合ってデザインをしているクロエを心から尊敬しています。すごいですね。実際にこの職のね大変さも分かっている方からの、一回足を踏み入れただけで多分ものすごいことだと思う。いやすごいことよ本当に。クロエも尊敬してると思うよね。この方のこと。はい。ファッションデザイナーで本当クロエのデザインはね、それぞれの丈とかさ本当に全然違うじゃない。魔法役の衣装もめちゃくちゃその綺麗っていうのもやっぱあって、そのデザインがこだわりがすごいからなんかね、それにこうクロエがちょっと関わってたりとかするとすごく嬉しい気持ちになったりとかしますけども、式典とかでこうなんかね人間たちにお披露目するっていうのでこう少しでもこういい印象を持ってもらいたいみたいなことを思うとなんかグッときますね。確かにクロエのその力ね。そうそれ衣装から受け取るものとかってでかそうだもんね。そうなんだよな。本当なんかそこでこう思い入れ強すぎるとこう跳ね返り強いからなんかほどほどになっていつもそうなそういうところすぎるとほらクロエエピソードでもちょっとありましたからね。いや善意がゆえのね。まっすぐ育ってください。ありがとうございます。それでは2通目いきます。僕から紹介させていただきますね。賢者ネーム瀬戸さんからいただきました。ありがとうございます。私の考えるクロエの推しポイントは、どんな時でも純粋に他人の気持ちを思いやるところです。クロエは賢者の魔法使いとして関わっていく人々に対して常に助けになりたい、自分にできることはないかと相手の心に寄り添ったり、まっすぐに感謝の気持ちを伝えてくれます。いつでも相手を選ばずに自然にこのような行動ができるのはクロエのとても素敵なところだと思いますし、私自身も他人を思いやる心を忘れずにいることの大切さに気づかされています。他にも裁縫上手なところ、心臓をわしづかみにされるようなキュートな笑顔、同じ西の国の魔法使いたちに可愛がられているところ、時々西の魔法使いらしい奇想天外な発言が飛び出すところなど本当にたくさんの魅力的な推しポイントがあって語り始めると止まりません。もうすぐ2部の続編配信ということでこれからの展開も楽しみにしておりますということで、もうこれはもう完全にファンレターですね。ありがとうございます。推しポイントが詰まってるよ。はい。はい。そうね、本当に優しくて
いい子なんです。人の心気持ちをおもんばかれるいい子なんですけど、なんか僕からしたらやっぱりやっぱ過去のことがあるから、あるのにこんなにこう優しく綺麗に育ったっていうか綺麗な心でいられるのって本当に周りのラスティカをはじめとする魔法使いの皆さんのこの環境あってこそだと思っていて、なんかクロエにも安らぎのこの場所があるからこそ人に多分優しくできていたり、その優しくする時に彼のこう過去がねよりなんだろうな彼の優しさをこう強くしてるんだとは思うんだけども、やっぱり何にしろやっぱ居場所がないとっていうところでクロエにとって帰れる場所があるっていうのはすごく彼の優しさの元になってるのかなって思います。だから結構他の魔法使いの方とお話エピソードの中でお話しする時とかもやっぱりなんだかんだこのラスティカをはじめその西の魔法使いのこの場所があるからこそなんかこう他の魔法使いともこういろんな話ができたり街にいるね人間にも話してみたりとかっていうことができるんだなって思うから、だから彼一人の力じゃないのかなというふうにも思ってますけどね。その考えに行き着くのいいやつだな。いいやつ。魔法者とかね賢者様っていうねこう心のよるべというかね。本当にそう思います。いいね、この優しさが他人に伝染するっていうのがいいですね。私自身も他人を思いやる心を忘れずにいることの大切さに気づける。本当だ。世界が平和になる。クロエすごいじゃん。ありがとうクロエ。よかったよかった。はい。もう一ついきますか。いきますか。はい。山里さんからいただきました。ありがとうございます。伊藤さん、ホセさん、天崎さん、こんにちは。こんにちは。私は魔法役を事前登録からやっている賢者です。ありがとうございます。すごい大賢者様ですね。メインストーリー第1部17章を読んだ時からずっと変わらずクロエ君のことが大好きです。私の思うクロエ君の推しポイントは3つあります。一つ目は好きなことに一生懸命になれるところです。お洋服作りの、話になると目がキラキラ輝いて魔法使いの仲間たちのために素敵な衣装をたくさん作っているクロエくんが本当に大好きです。二つ目は勇気のあるところです。2周年ストでは、クロエくんの勇気に涙しました。第2部が少し怖いけれどきっとクロエくんなら大丈夫と思って、続きを楽しみに待っています。3つ目はみんなを元気にしてくれるところです。不安そうにしている人がいるとその人の気持ちに寄り添って行動できるクロエくん、一緒にいるとみんなが自然と楽しい気持ちになれるようなところが大好きですというメールです。もうファンレターいや今日すごいですね。いいのでいいですね。ありがとうございます。クロエくんを愛する方はこういうね優しい方が多いという言い方あれですけども、なんかこう寄り添ってくれる人が多いのかもしれませんね。17章4は破れたスカーフ、まさにありましたね。めちゃめちゃ切ないのよ。これは切ねえ話だった本当に。泣いてしまいますね。手元に改めて資料も用意していただいてるんですけれども、これなこれ反響すごかったでしょ。これはクロエの感想、それこそお手紙とかツイッターとかでこう僕にいただくときによくこの破れたスカーフの話はいただけることが多いですし、なんかたまにエゴサしたりするとこうやっぱ出てくること多いですね。ここのなんかストーリーよかったみたいなお話はよくいただきますよ。いやもうこれでやっぱもう守らなきゃってなるものね。なんかこう僕なんかのインタビューでお話しさせていただいたことあるんですけど、なんかこう過去に傷を持つキャラクターがこう何かをきっかけに前向きになれて、そこからこう明るく成長できるっていうストーリーがあったとして、なんかどっかで吹っ切れてるような印象ってなんか勝手に持ったりするんですけど、僕自身もこの吹っ切れてるのかなってちょっとどっかで思ってた節があったんですけど、このストーリーを読んでそりゃそうだよなって、そんな簡単にこう人の傷ってなかったことにはなんないよねみたいなことをやっぱり思ったんですよね。でこの後もそういうシーン何度かありましたし、そういうところをこうリアルに描くというか、抱え続けてるっていうかね。そうですね。魔法役のストーリーってなんか奥深いなっていうふうに思ったストーリーの一つですね。これはだからこそよりこう今のねその優しさが尊いというかね、本当に強いハートというかね、上でのですからね。僕も好きなストーリーです。はい、素晴らしいです。ありがとうございます。ありがとうございます。たくさんのお便りありがとうございます。引き続きねゲームの感想や僕たちへの質問メッセージなど何でもお送りください。前にラスティカと何もしないゲームをしたことがあったんだ。2人で寝転びながら空を見つめて
それ以外何かしたら負けってルール。結構楽しかったな。今度一緒にやってみる？はい、はいということでね、はいゴールデンウィークゴロゴロしてしまうのを肯定するはいセリフ、クロエバージョンいいゲームをやってくれましたね。そうですね。いやー何もしないゲーム。なんでしょうね。いや、うん優しいんだけどどこかで心に引っかかるようん出だしからねみたいなおーっていうね確かにそのなんだろうらしさがあるね。ピュアゆえにそうその引っかかりはないんですよね、彼には。やろうって多分ならないでも大事ですよね。ちょっとこう何もしない何も考えない時間をこう取り入れるととてもこう整うみたいなねそこが一番。クリエイティブな時間になるって言いますからね。そうそうそう。だから意外と素晴らしいみんことを二なもちょっと人はやってたか何もしない時間作ってみましょうよ。はい。やっていいかさあ、それでは続いてはこんなコーナーのお時間です。元従者と弟子は世話を焼きたい。いつものコーナーではですね、レノックス役のホセさんが皆さんの従者として役に立つためとにかく奮闘しているんですが、はい今回はそのコーナーを黒役のあまちゃんにもお手伝いをお願いしたと思います。お手伝いしまはい、お世話黒エはね得意だからラスティカと行動に友していてねだいたいいつも何かしらに世話を焼いているとす。うんうんいうことでお世話をすることに慣れているのです。あー素晴らしい。はい、うんということであまちゃんもうんお手伝いをすることに慣れていただきましょうと。なるほどいけるでしょもう慣れクロエてるかもと似てないところを見つけたぞ。おそんなことあるのか。そうですかお世話されることが多いぞ。ああそうですか。覚悟しておけよあじゃあ大丈夫かな。どうなるのでどうなるんでしょうかね。ということでお二人に皆さんのお世話を焼いてもらおうと思います。焼かせていただきましょう。いしはい、では1通目紹介します。うん賢者ネームえっとこさんからいただきました。ありがとうございます。道路で転びました。何もないところで転びました。膝をすりむいて痛いし自分の平行感覚のなさに絶望して心も痛いです。どうか痛みを飛ばしてほしいです。なんか妙に韻を踏んでて軽快なんだよな。リズムがいいですね。そうなんですおーか。はあ。何もなくても転ぶからね人間はね。そうですよ。そうですよ。うんもうそんな傷つくことじゃないですけども、何ですかこれを僕たちは何かお世話しなきゃいけないわけですか？そうです。そうですよ。なんとかなんとかして痛みを吹っ飛ばしてください。なるほど。はい。痛いの飛んでけやっちゃったからな。そうです登場の時ね。うんちょっとでも痛いの飛んでってもでもうん心も痛めているので、そこも救ってあげなけれあばいけないというところがミソですね。なんて難しい体と心お題。両方救ってくれ。何これそれは俺たち二人でやるの。そうです。いあ同時。同時になるほど。一緒にやいいじゃあ二人で助けてあげるんだ。二人で助けあなるほどるんですね。わかりました。はいではですねやってもらいましょう。じゃあ僕が転びます。あわかりましたえっとこさん、疑似ケン様を疑似的にえっとこさんです。えっとこさんとえっとこさんです。はい、はいそれではいきますよ。お二人よろしくお願いします。準備はいいでしょうか。任せてください。賢者様。何もないところで転んだ。大丈夫ですか？大丈夫ですか？転んだんですか？大丈夫じゃない。膝が見てください。こんなにすりむいてズロズラになって。ないですね。どうします？夫婦してあげて夫婦。夫婦、わかりました。いきますよ。夫婦。ああ、なんかちょっと和らいだ気がします。皆さん何でもないんです。何でもないんですよ。そんな大丈夫です。大丈夫です。気にしないでください本当こう転んだりしてないです。何親御さもないとこでん、お子転んだ様に見せりしてないです。てもいい景色ですよ。これは大丈夫ですよ塞がなくていいですよ、目を。本当に大丈夫ですかでもら。まだあって自分のなんか何もないところで転ぶ自分のこのバランス感覚のなさが情けなくて。あまちゃん見てこれ涙が出てくる。見てください。えとこさんほらこんな大きな石が転がってる。本当だ。何もなくなんかない。ちょっと待って、こんなに大きなカブトムシもこう、危ないカブトムシを守るためにそうだよ転ばれたんじゃないですか？ねほら、救われたカブトムシもお礼を言ってるよ。ほらほら、終了。面白くてなんだかどうでもよくなってきました。
おいどうですか。そうですよ、えっとこさうんん気づかなかっただけでカブトムシを救ってたのよ。なんか本当か嘘か置いといて、なんか最後めちゃくちゃ面白かったんで、本当になんか小さなことを気にしなくていいかなってなりました。ちょっとこうね、すごいいいことを見せかけてね、カブトムシを出してくれるってところにちょっとこう、怖いですね。うんどこからカブトムシのアイデア降ってきたんですか。いやちょっと西っぽさを感じましたね今ね。そうか、ならいいや。いいよいいよ。うんおお、でこれは何成功ですか。どうなんですかね。まあなんか成功みたいです。成功よかやったったです。えっとこさん本人がどう思ったかもね。そうですねそうですね。聞かせてくださいちゃんと薬局に行ってください。そうです確かにそれはそういろいろ買ってください。うん消毒と絆創膏。いやーよかったんじゃないですか。はい、OK です。もう一ねつ、もう一つ、さあそれではもう一ついきましょう。まだある。はい、まだあります。賢者ネームうまうまコロッケうまうまさんからいただきました。うまいのよ。うまい。馬馬の馬よ。はい、いきますよ。ダジャレが好きなのでダジャレを浴びたいです。いい声でダジャレを連発してください。おい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 20発くらいしてほしいです。ママちゃん20連発。マホラジへようこそ。ようやく始まりましたか。だからもううまうまコロッケうまうまさんはこう笑いたいんですよ多分。そうああ、そういうことか増。えてんだ笑いに。そうなんですよ。心が求めちゃってんのか。そうなんです。笑えるどうですかダジャレってありますかお二人自信のほどはどうですか。いやもう我々はねうんやるしかないんですよ。そうですね弟子と従者はやるしかないんですよ。やるしかない。元従者はこれは一人10個ずつみたいなことですか。よしじゃあちょっとパスし合ってお互いあ、10でいこう。交互に10回ずつ。 1個ずつやろう。 10連うん10連ダジャレ。先行後攻どっちがいいとかある？ちょっと同待って。じダジャレはできない。嘘。いやいやいやそれはもうじゃあニュアンスによって変わるかも。ニュアンス？じゃあ先じゃあに行く。先行行っていいですじゃああまちゃん俺あまちゃん俺っていう感じでいこう。よし。それでは準備はいいですか？任せてください。賢者様。いきますよ。アルミ缶の上にあるみかん。布団が布団だ。猿が猿。いるかいるか？内容なんてないよ。おないよないよ。はいはいはい今のところクラシックシリーズですね。あのコンドル地面に突っ込んどる。やべえぞそろそろ。魔法機があんなところに魔法で飛んでっちゃった。おおレベル高い。お陰陽師陰陽師陰陽師オフ名字オフ名字オフ名字。もうギャグそれはもうギャグ。ちょっと待って頑張れ頑張れ。まだ半分だよ。パンジーを見るチンパンジー。これはもうね昔覚えた。今何個目ちょっとさあ今ね5ターン目です。まだ5ターン半分なのよだから。卵が卵えた。コーヒーね目の前にあるから。おっといあってる？オットセイよしこの魚この魚に向かってる。もうあとラスイチにさせて。ラスイチにさせて。ちょっと待って魔法使いの約束約束俺とお前の約束は過不足なく違うな。違うインフムのと違う。違うダジャレじゃないダジャレじゃないちょっと待ってじゃあ先に俺が行こう。賢者様賢者様そんなこと言われちゃ白賢者。おお何それおい賢者様とぼけんじゃねえぞ。終了。どうだ
ですか？これ多くね？多くね。いやもうシンプルに多くね。ちなみにですけどまだ2人とも7個ずつしか言ってません。いや無理よ。これからの人生であと3つ見つよけるわ。くそんな冷静な状態で見てられるね。本当よ。なんでこれ俺と大瀬さんだけなんだよ。そういうコーナーなんですよ。途中インフムロとは違うとか。冷静なちょっと違う。いっぱいいっぱいな我々では出てこないはず。そうよ。いやおもろ。大変だった。ご満足いただけましたでしょうか。笑ってもらえれば幸いです。いやもうお腹はいっぱいでしょう。もうね。よかったよかった。はい、ということで、今回は以上となります。はい、いかがでしたか？いや見てもらったらわかるけどもう満身創痍ですよ。いいカロリー消費しました。本当に。はいや楽しかったですでも。はい。ホセさんいかがでしたか？いやもう同じく。右に同じく。2人ともなんか頭から湯気が出てるんで。でもよかった。これアマちゃんがいる回でよかった。せめて。一人で20だともう終わってましたね。そしたら多分僕が巻き込まれてましたね。確かに確かに。はい、ということで以上元従者と弟子は世話を焼きたいでした。魔法使いの約束ラジオ、こちら魔法社談話室。続いてはこちら。呪い屋は猫が好き？さあこのコーナーですが、僕が演じるファウストは陰気で引きこもりの呪い屋だけど実は猫好きという意外な一面があります、いわゆるギャップ萌えですね。なるほど。そんなファウストにちなんで実は〇〇が好きなんですといったあまり人には理解されにくい趣味やギャップなどを紹介していきますということで、もうこのコーナーは平和です。すごく癒されるんでここでちょっとねギャグのを癒してください。そうですね、もうボロボロなんで癒してください。みんなの好きを肯定していこうというコーナーです。わかりました。してくれ。はい、ではお便りを紹介していきましょう。私から紹介いたします。賢者ネーム花さんからいただきました。ありがとうございます。法政さん、伊藤さん、正木さん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。私は実は雷の音が大好きです。好きなんだ。子供の頃は怖くてよく机の下に潜っていましたが、なぜかいつの間にかあのけたたましい音が好きになっていました。ピカって光るのもテンション上がるし、ゴロゴロ音がするのもキターとテンションが上がります。普段あんなに大きな音や光を見ることがないので、その非日常感にワクワクするのだと思います。それを友達に言ったら、日常にどんな刺激を求めてるんだと言われました。皆さん雷の音は苦手ですかということで、これは面白いの来たんじゃないですか。苦手な人が多い印象ですよね。単純にびっくりしますからね。どうかな。僕でも雷の音が鳴るときに毎回距離を調べてます。秒数でね。ピカって光ってから音が鳴るまでの秒数で、光の速さとその音の速さの違いで秒数測るっていうのをやるようになってから、ちょっとだけ怖くなくなったかも。ちょっと楽しみがね。なんか冷静でいられる。360×みたいな感じになってるんですね。なるほど。キロぐらい遠いなみたいなね。だから何かを把握した気持ちになって、ちょっと得体の知れないものは怖いけど、把握した気持ちになってちょっとマシになったけど、とはいえ苦手。あ、そうなんだ。お二人はどうですか？僕はどっちかっていうと雷属性の人間なんで、やっぱこう子供の頃からテンションが上がる方でしたね。10何ボルトみたいなことをやってた。そういうことですね。まあだからそのタイミングよくですね、轟けほとばしれ闇の稲妻ってやってタイミングよく来るとね、最高に気持ちいいんだよね。じゃあアマちゃんみたいに光った瞬間に自分を栄唱してちょうどよくゴロ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 。これ間があるとおもろいっすね。そのポーズこのタイミングよく行くとね、最高に気持ちいい。なるほどなるほど。その遊びすると確かに面白いかも。確かに。俺ね好きな方かもしれない。どういうところか。まあでもその非日常感というところは確かにそうかな。あまりにも近いとさすがにうおーとなるけど、苦手ではない。おおやってるねみたいな感じ。子供の頃からずっとそうですか？あんま苦手じゃない。ああそうなんだ。なんかあんまりそういう苦手なことがなくて。音とか動じない子だったの？そうかもしれない。なんか黒板引っかく音とかもなんか、やだ今あれ強いのすごいね。なんかね嫌いじゃないんですよ。なんかマイクハウルとか、なんかね耳まあうるさいんだけど、お
やってんねえみたいな想像してるだけでダメな子がここにいるよ。全然ダメな人いるダメなんですよその黒板のやつ。話聞くだけでもう爪がゾワゾワしちゃってマジかもう終わりでいいですか？癒しのコーナーでまさかの、だからこれはなんか聴覚とかじゃないよね、もうねそれをなんかどう気持ちよくまあだからやっぱ前世が平井心よ寄りだったかどうかじゃないですか。そういうことなんですかそれぐらいの違いです前世のことわかんないからねもうね。はいこれ面白いですねでもねありがとうございます。続いてご紹介しましょう、厨房出張中のチェンバロさんからいただきましたありがとうございますあなたは一体ラスティカかな、私は冷凍食パンを焼かずにそのまま食べるのが大好きです。そう始まりは昨年の夏、食べようと取っておいた食パンがないだと。賞味期限が少し過ぎた6枚切り食パンを母が冷凍庫へ避難させた事実を知った時のことでした。まあ分厚いな。暑くて意識が朦朧としていたからか、とてつもなくお腹が空いていたからか、そのまま食べてしまえとガブリ。すると意外にも冷たくとろける食感がトースターで焼くよりもめちゃうまに感じたのです。そしてどっぷりハマりにはまって今に至るのですが、この肌寒い時期に暖かい部屋であえて冷凍食パンを食べるこの背徳感がたまりません。皆さんは今の時期に食べると背徳感を覚える食べ物はあるでしょうか？やったことない。ある？すごい。いやないです。ないよね。これだからでもその冷たくてなおかつとろける食感が良かったっていうことだから、だから8枚切りじゃダメだったかもしれないね多分。芯までカチカチじゃ。なるほどなるほど。確かに硬すぎるとあれなのか。食感的にはなんかラスクみたいな感じになるってこと？どうだろうか。ね、サクサクパリパリ。でもラスクより密度濃そうじゃない？こう氷でエアリー感が少なそうですね。それはだってまあ食パンですからね。微妙になんか水分とかが溶けてちょっととろっとする。まあちょっとそうでしょうね。たまにこの手の食べ物系来るのよ。今日はこの冷凍食パンはないですか？ないですね。ないか。良い時間かかっちゃう。ちょっとおのおのの家でやるしかないですね。わかんないでも面白そう。したことがないじゃないですか。発想がなかったからさ、逆に気になるよね。ありますね。背徳感を覚える食べ物ってある？みんな。背徳感？まあ簡単なんで言うと夏に冬にアイス、夏にお鍋みたいな逆のことをするっていうのはちょっと背徳感とは違うか。違うんじゃない？俺は深夜に食べるうどん茹でて一玉、そこにごま油と醤油垂らして生の生姜おろしだけっていうの食べるともううまいけどこんな時間に食べちゃって俺ってみたいな。昨日やりました僕。カップ麺を深夜1時ぐらいに帰ってきて食べるってやりましたね。うまいんだよな。そうなんか買った舞台のブルーレイを見ながらいい時間やりましたよ。いい時間だ。その背徳で言うとお米に醤油かけてマヨネーズかけてで揚げ玉みたいな。揚げ玉ね。揚げ玉天かす揚げ玉。天かすみたいにわーって入れてぐちゃーって混ぜてかき込む。がっつりいきますね。これしかも炊きたてのなんかつやっとしたお米がいい。ちょっと固めの逆にそうガシッといく感じが残ったのじゃなくね。そうかな。それをだからもう深夜に食った日にはそうですね。もうね、すいません。ありがとうございますっていう感じ。いいですね。時間帯だよねもうね。もはや確かに。はい。まあでも冷凍でっていうことやったことないからな。試してみたいですね。やってみよう。ぜひぜひ。ということで今回の紹介はここまでとなります。今日もディープなの来ましたね。ディープでしたね。そうなんですよ。雷使いと冷凍食パン食べがなんかアンケートを取ったらしっかり共感できる共感できないが分かれそうなんですね。今日ね。はい。ということででもまあ好きの形は人それぞれですから、皆さんこれからもどんどん送ってきてください。以上呪い屋は猫が好きでした。俺も穏やかで平和な一日をただぼんやりと過ごすのは好きですよ。せわしない日々ばかりだと疲れてしまいますから。時には体を休めることも大切なんじゃないでしょうか。はい、というわけでレノックスのジングルも聞いていただきました。はい。
これは優しいんですよ。もう嬉しいですね。ついついなんかこうのんびり過ごしちゃったっていう人に向ける言葉としてはもう完璧正解回答な気がしますけどね。穏やかな時間を穏やかに過ごしていただきたいというね、優しさが詰まってる男なんですよ。レノックスらしいし、相変わらずだなという感じもそうですね。レノックスと一緒にやりたいですね。ね、もうのんびりとね、いいですね。何もしないゲームやってください、みんなじゃあクロエとラスティカも入れていただいてみんなでやればいいね。そうなったら平和よ。誰が一番弱そうかな。なるほど。しびれ切らして無理ってムルとかかな。完全に二極化しそうだよね。そうだね、向いてる人と分かれそうだよね向いてない人。やんない人もいそう。お前やるかっつって。ということでお送りしてきました魔法ラジオ、あっという間にエンディングとなってしまいました。はいうんここでね、魔法使いの約束からのお知らせです。2回目となるスイーツパラダイスと魔法使いの約束のコラボカフェが決定しました。6月1日水曜日から新宿店をはじめ全国6店舗で開催予定。限定のコラボフードやグッズなどが登場します。詳細は後日お知らせしますので続報をお待ちください。本日5月10日火曜日18時より洗濯復刻イベントが開始いたしました。今回は洗濯可能イベントに再解凍奇跡のバンケットとパラドックスロイドの2つのイベントが追加されていますのでぜひご参加ください。はい、さらに5月が誕生日のスノーホワイトレノックスをお祝いして期間限定ガチャバースデーガチャメイが開催中です。3人の新規カード、綿雲に明日を告げてスノー、白雲に運命を指してホワイト、目覚めは優しい音色でレノックスは動くカードイラストを楽しめる特別仕様の期間限定カードですのでお見逃しなく。そしてメインストーリー第2部は次回5月16日月曜日18時より配信を予定しております。2部の感想メールをぜひお送りください。はい、そしてここでね、次回のメールテーマを発表したいと思います。次回のテーマはこちら。マイベストかわいい魔法使いトップ 3。 かわいい。はい、はい、という可愛いと思う自分のベスト魔法使いトップ3、21人の魔法使いの中でね、あなたが可愛いと思う3人ね、選べないね。でもちょっとこういうところがお二人が可愛くなる必要はないんですいやでもエピソードとかね、こんなところが可愛いんだっていう理由も教えてほしいですね。教えていただきたいと思います。他にも魔法ラジでは賢者の皆さんからのメールをお待ちしています。ゲームの感想や僕たちへの質問、メッセージ、各コーナーへのお便りもお待ちしています。お便りは番組ページの投稿フォームから送ってください。はい、直接メールで送る場合アドレスはまほやく温泉 .ag です。ツイッターで感想をつぶやく際はハッシュタグ魔法ラジをつけて一緒に盛り上がりましょう。そして次回の配信は2週間後の5月24日火曜日です。はいということでお送りしてきました。天崎くんありがとうございましあた。ありがとうございました。こちらこそね楽しかったです本当に。はいよかったね。いやーではですね、聞いている皆様にメッセージをちょっと最後にお願いしてもよろしいでしょうか。はいこうやってラジオの方に呼んでいただけてすごく嬉しいです。普段からクロエの感想をいただけることは多いんですけど、こうしてメールでいろんなここが好きだよ、推しポイントここだよっていうのをこう詳しく教えていただけると、なんか演じてる身としてはすごく、嬉しいですし、僕もなんだろうな、魔法役のストーリーはじめキャラクターたちとてもなんか素敵なキャラクターばっかりで好きなので、なんかこうして愛していただけてるのはすごく嬉しいです。2部がストーリーの話もありましたので、今後の魔法役の展開も楽しみに、待っていただければなというふうに思います。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。マイベスト可愛い魔法使いの方でもね、そんなエピソード入れていただいてもね、クロエをちょっとねまたご紹介させていただきたいですから。筆頭って感じしますけどね。お願いします。確かにね。はい。ということでお時間が来てしまいました。お相手はファウスト役の伊藤健人とレノックス役のホセ雄一とクロエ役の天崎浩平でした。バイバイ。